はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。まるで〇〇のようだ。広辞苑によると、まるでとはちょうど、あたかも、さながらなどを意味します。今日はまるで魚という不思議な商品を発見したので、早速購入しました。それでは早速やっていきましょう。今日はネットで面白い商品を発見したので購入しました。まるで魚シリーズのイカ、サーモン、マグロです。本物の魚に似せて作られたこんにゃくを使った商品です。以前動画で紹介した牛レバーの代替品、万南レバーもこんにゃくからできていましたね。日本でも最近徐々に代替食産業が盛んになってきていますが、欧米などではより早い時期から肉や魚の代替食が普及し始めています。うちの動画でもネクストミーツなどの代替肉についても紹介しました。今回紹介するのは、あずまフーズのまるで魚シリーズです。今回紹介するあずまフーズのまるで魚シリーズも、そんな海外の代替食の流れや、水産原料の禁漁などによる価格の高騰や欠品に対処する方法として開発されたそうです。動物由来の材料は使用していないのが特徴です。生魚を食べられない方や、控えている方も食べることができます。現在は冷凍された状態です。パッケージに入った状態は、トイザらスのおもちゃコーナーにあっても全く違和感がない見た目です。ドンキホーテのスマホケース売り場にあっても全くわからないかもしれません。裏面を見るとどれもほとんど材料は同じです。着色料に若干の違いがあるようです。時間を置いて解凍しました。早速パッケージから出してみましょう。まずはイカです。色艶もイカにそっくりです。かなり見た目はイカですね。イカ度 90% です。次はサーモンです。身の間の白い筋もリアルに再現されています。サーモン度 95% です。かなりサーモンですね。最後はマグロです。こちらも白い筋がリアルです。マグロ度は85% です。ちょっと色が薄いというかオレンジっぽいですね。手に持った感じはそれぞれ似ていますが、イカが一番質感などが似ています。こんにゃくと言われればこんにゃくですが、色が違うだけで全く違うものに見えます。それではカットしてみましょう。まずはイカからです。薄くスライスしたものと細くカットしたものを用意します。切っている感じはイカっぽいです。ここから見た人はイカをカットしていると思いますよね。次はサーモンです。薄切りと少し厚めにカットします。しっかりと筋が再現されていて、カットした方がよりサーモンっぽいです。最後はマグロです。薄切りとぶつ切りで用意します。やっぱりマグロは少し色が薄いです。すべてカットするとこんな感じです。お皿に並べるとこんな感じで、何も言わなかったら魚にしか見えません。こうやって見てみるとマグロも普通かもしれません。これぐらい色が薄いマグロもたまにありますよね。せっかくなのでご飯に盛り付けて海鮮丼を作ります。見てください。0%海鮮丼の完成です。海鮮を一つも使用せずにここまで海鮮丼を再現できるなんて驚きです。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は志賀高原ビールのベビーブロンドミヤマを飲んでいます。志賀高原ビールの定番ミヤマブロンドの妹分的存在で、海外の赤ちゃんの髪の毛のような淡いブロンド色が特徴です。副原料としてミヤマ錦を使用し、柑橘系のような香りと口に含むとほんのり甘みを感じ、苦味は控えめでとても飲みやすいです。2本3本とこれからの季節量を飲めちゃうさっぱり系のビールです。料理を選ばずに様々なシーンで活躍しそうです。それではまずはイカから一旦全てを食べてみましょう。イカとマグロは同じ感じなんですけど、なんかサーモンだけサーモンを感じるような、感じないような、感じないような。目をつぶると群れから外れたサーモンが一匹遠くの方で泳いでいるような感じがします。食感はほぼこんにゃくです。間の筋は特に噛み切りにくいとかなく、他の部分と同じ食感です。何もつけない状態でも味は少しの塩味を感じます。今回撮影補助のヒマジンキッチンの提案で、せっかくなので目隠しした状態で違いがわかるか確かめてみましょう。これは料理人への挑戦状ですね。ブッチャーの本気見せてやります。いいですよ、では123の順番で食べたものお願いします。イカ、サーモン、マグロ。ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサー。残念しかも全部外してます
3種類目隠しで食べ比べてみましたが、まさかの3つ全てを綺麗に外すというミラクルを出しました。これがブッチャーの本気です。逆に全て外すというのは全て正解と同じです。謎な理論で自分を正当化しちゃいます。上司にいたらめんどくさいタイプですね。結構サーモンはわかる気がしたんですけど、全く当てられませんでした。よくよくサイトを見てみると、3つとも味は変わらないようです。なんかかき氷のシロップも色と香料は違うけど味は全て一緒っていうのは有名ですよね。最近は味もしっかり違うものも多いです。意外と人間の味覚って適当なのかもしれません。特に魚の味がするわけではないので、味付け次第では色々な工夫もできそうです。環境のことなどを考えて代替品という選択も間違いではありません。ですが自分はできることなら今の美味しい肉や魚をずっと食べられるように考えたいです。これからもっと本物に近い代替品などもきっと登場してくるので、一つの選択肢として用意しておくのはいいかもしれません。今は肉の代わりに大豆ミートなどがありますが、100年後くらいには大豆を収穫するのは良くないとか言って代替品の代替品が出ているかもしれません。大豆ミート風大豆ミート、今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。まるで魚いかがでしたか？面白い食べ物などあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。